こんにちは、さきかです。僕は普段フィギュアを作って YouTube に動画投稿してるんですが、最近気になってることが一つあって、僕が作ってるのってフィギュアなのかスタチューなのかわからないんですよね。普通の動画内ではわかりやすくフィギュアと言ってるんですが、英語字幕をつけるときにスタチューって書いた方がいいのかなと毎回迷ってます。なので今回はフィギュアとスタチューの違いについて調べてきました。フィギュアとスタチュー、この2つなんですが、いろいろと調べたところ、結論から言うと明確な線引きはありませんでした。ざっくりとこうだったらスタチューだよね、それはフィギュアかもねという感じで、大雑把な条件がいくつかあって、あとは個人の判断で分かれてるという感じです。まず1つ目の条件は、スタチューは動かないものであること。スタチューというのは日本語で訳すと彫像や立像という意味で、彫像は仏像みたいに石とか木を削って作る彫刻や粘土を持って作る作品のことを言います。世界的に見てもロダンの考える人とか、英語名がスタチュー・オブ・リバティである自由の女神なんかもポーズを変えたりはできません。一方フィギュアの場合、フィギュアという言葉の範囲が広すぎるんですが、可動フィギュアというものがありますよね。こんな感じで自分で動かしてポーズをつけることができるフィギュアなんですが、こういった自由に動かすことができるものはスタチューとは呼ばないようです。英語でもこういう可動フィギュアはアクションフィギュアと呼ばれてます。ただフィギュアの中には動かすことができないものもあります。それがスケールフィギュアやゲームセンターで手に入る一部のプライズフィギュアです。これらはすでにポーズが決まっていて、関節を動かしたりはできません。じゃあこれらはスタチューなのかというと、そうは言えないみたいで、今度は素材の条件が出てきます。僕たちにとって身近なスケールフィギュアやプライズフィギュア、わかりやすくこの動画ではフィギュアと言ってしまいますが、これらは PVC や ABS という素材で作られています。 PVC というのはポリ塩化ビニルと呼ばれているもので、プラスチックの一つです。 ABS はガンプラをやってる人にはおなじみですが、これも PVC とはまた違ったタイプのプラスチックになります。これらの特徴として安く作れるというのがあって、素材としても柔らかいので衝撃などに対する耐久性もそれなりにあります。プライズフィギュアなんて耐久性なかったら UFO キャッチャーで落とした時点で壊れちゃいますからね。ただ欠点もいろいろあって、例えば熱に弱いので、夏の気温でフィギュアが足からぐにゃっと曲がってしまったなんてことは結構聞きます。熱がなくても柔らかい分長く飾ってると自重で曲がってくることも多いです。あとは経年劣化でフィギュアの表面がベタベタしてくるなどのトラブルもあります。一方スタチューの方はポリストーンという素材が使われていることが多いそうです。ポリストーンは合成樹脂に石粉や石膏を混ぜたもので、言ってしまえば石のような性質を持つ素材になります。石のような硬さはもちろん重量感もありますし、 PVC のようにぐにゃっと曲がるということもありません。さらに経年劣化しにくいため、作品として長期間飾りやすいと言われてます。ただ一方で硬いというのは壊れやすいことでもあるので、ちょっと落としたとか輸送中のトラブルで割れてしまったというケースも結構あるようです。日本は地震が多いんで落ちて割れちゃったなんて報告は時々ありますね。ポリストーンと PVC 結構性質が違うわけですが、じゃあ素材が条件で分かれているのかというとまた難しいところで、他の素材を使ったフィギュアはどうなのかとか、パーツごとに違う素材を使っている場合はなど、この辺も曖昧ではあります。僕が使っているレジンもどっちって感じですよね。あとの条件としては、立体物自体の大きさが判断基準にされることもあります。スタチューのイメージってキャラクターものとして売られているのは、土台が大きくてエフェクトもりもり、ジオラマっぽさもあるような派手ででかいものって感じですよね。スケールフィギュアとかプライズフィギュアが20センチから30センチぐらいで収まる一方、スタチューの場合は土台含めて60センチ70センチを超えるものも多いです。そのためでかいのがスタチューで小さいのはフィギュアという人もいます。ただもちろんこれも何センチ以上がスタチュー、何センチ以下がフィギュアなんて明確に決まってるわけではないんで、個人の主観なんですよね。値段に関してもスタチューはサイズや立体物としてのクオリティ、ポリストーンの製造コスト、あとは壊れやすさを考えた輸送コストも含めてかなり高額になります。それこそスケールフィギュアが3万円とかぐらいで買えるのに対して、スタチューは10万、20万、30万と正直手が届かないぐらい高いものが多いです。スタチューとフィギュア、この境目はかなり曖昧ですね。なんとなく世間のイメージとしては、ポリストーンもしくは似た素材で作ってる、サイズが大きい、クオリティが高くて高級品である、稼働しないことというのがスタチューって感じだと思います。じゃあ普段僕が 3D プリンターで作ってるものは何なのってことなんですが、
PVC ではないんでスタチューに入るような気もしますが、サイズ的に小さいんでスケールフィギュアの範囲ではあるんですよね。英語圏の 3D プリンターユーザーがどっちの言葉を使っているのかを YouTube で調べてみたんですが、結局これも人それぞれでした。とりあえず僕のチャンネルだと日本語は分かりやすくフィギュアでいいのかなと思ってます。ただ字幕の方は大きめだったりジオラマっぽいのはスタチューにしようかなと考え中です。ということでスタチューとフィギュアの違いについて調べた結果でした。普段は 3D プリンターでフィギュアを作ったりしているので、ぜひそちらの動画を見てもらえたら嬉しいです。ではまた。